聞かないわけにはいかなかった。茂美さん、彼が天国へ旅立った日のこと教えてください。衝撃的な死から6年、尾崎が倒れていた場所はファンの聖地になっている。そこに開放された尾崎ハウスと呼ばれる部屋から歌声が絶えることはない。当たり前かもしれないが、今訪ねてくるのは CD でしか尾崎を知らない若者たちが多いという。東京渋谷、高層ビルを見上げる歩道橋には教祖の歌碑。尾崎が好きだった風景を見にやってくる者たちのメッセージが増え続けている。平成10年の今も尾崎を慕う若者は多いのだ。大人になるために誰もが通り過ぎる季節がある。尾崎豊はその季節の中で今も輝きを放っていた。父親になった尾崎は復活をかけてコンサートに臨んだ。全国56カ所を巡るツアーの最終日、東京代々木体育館。ファンは尾崎を待っていた。尾崎は悠然と会場に姿を見せた。キャリアだろうか、どこか余裕がうかがえる。おはよう。おはようございます。譜面があれば、だからコード進行で書いといて。楽屋にかつてのような緊迫感はない。1万人を超える観客を待たせてリラックスしていた。一瞬物思いに沈む。尾崎は痩せて引き締まっていた。この日が映像として残される最後のライブになることを彼は知るはずもない。尾崎復活に喝采を送った。だが苛立ちを感じた者もいたという。これは俺たちが知っている尾崎じゃない。スポットライトを浴びた一人の歌手がそこにいた。余裕があった。かつて魂の叫びだった歌たちはステージのレパートリーとして歌われた。そして底冷えのする春の朝がやってくる。尾崎豊は全裸で路上に倒れていた。彼の言葉を聞いたのは駆けつけた兄。あれはだからもうさ、まさか死ぬとは思ってないからさ、こうなんかね、ちょっとこう戦うようなね感じの身振りしたのね。それでもうすぐだ勝てるぞっていうようなことを言ったのね。そしたら勝てるかなって言ったのね。それは覚えてるんで。聞かないわけにはいかなかった。茂美さん、彼が天国へ旅立った日のこと教えてください。その問いに答えはなかった。